後地方は京極町の道の駅、名水の里京極。日本の名水百選にも選ばれる水が美味しい場所。だけど結局飲みませんでした。次に向かう道の駅は。その前にちょっともちこ。どうしたの？どうしたの？じゃないんだよ。次の道の駅ではスタンプが押せないって一体どういうことなの？いや、厳密には押せるのだけれども、道の駅自体が休業中みたいでね。休業中ってことはお店とかが閉まってってこと？そういうこと。次に行く道の駅は赤井川。ヒロロリゾットで有名な赤井川村にある道の駅だよ。ほう、正直あまり聞いたことがないかも。小樽に行けば赤井川村は隣町だし、道路標識とかでよく見かけるんだけどね。現状お店は全て閉まっている状態だけれども、お手洗いや駐車場、屋外にある自販機とかは使えるよ。本当の休憩所みたいな状態だ。道の駅として最低限残さなければならない機能だろうからね。あと5月からは敷地内で農産物直売所が営業を始めるみたいだよ。農産物だけ？お土産は？メイン施設の再開はまだ未定じゃないかな。そうなんだ。まあ立地的には自然に囲まれて静かでいい場所だよ。お店が営業していないとさらに静かだろうな。とにかく赤井川に向かおう。気になってしょうがない。安全運転でね。二度と来ることはない。生き続けてることが何よりの宝物。目が覚めたら明るい希望の光があなたのもとへ必ずあなたとの出会い、一つ一つを教えてくれた大切な毎日。空を見上げて輝き続ける星たちがこれからもずっと見守
この橋、なんだろ新幹線の高架橋じゃないかな。う。なんだ新幹線か。こんなところ通るの？そうだよ。倶知安町から北東へ向かって、最短ルートで小樽へ走るからね。赤井川村が中継地点になるわけね。まあこの辺りに行きはできないけども、騒音だけを残していくわけか。目の前にあるのが目的の道の駅、赤井川だよ。休業中だけあって、やっぱり空いてるね。まあ平日だし、休む人もあまりいないのかもね。ポジティブだな。三角屋根の木造、なんだかログハウスみたいだね。というか周りの山がすごい。こんな自然の中にあるのに、駐車場も広い。そんなに休む人、いるのかな？周りにお店もないからね。目の前は国道だし、小樽市や京極町、倶知安町方面から来る人も少なくはないし。なるほど、中継地点ってわけね。どこぞの駅なし電車とは違うってことか。やめてディスらないで。経済界を敵に回さないで。あ、ポケモンだ。ほんとだ、かわいいね。著作権、大丈夫かな？法務部に叩かれないかな？大丈夫でしょう。きっと。心配になってきた。もちこ、馬がソリを引っ張ってる。モネちゃん、これは馬車鉄道の銅像だよ。なんだ銅像か。本物かと思ったよ。大丈夫？視力？大丈夫だよ。ちょっと勘違いしただけだからね。いや、頭。なんでさ、勘弁してよ。ごめん。閉館中だし、スタンプどうしよう。赤井川村の中心部にある赤井川カルデラ温泉で押せるから、後で押してきてよ。そっか。じゃあ久しぶりに。押した。部屋、ただいま。おかえり。遅かったね。いや、数秒しか経ってないのに。久しぶりに瞬間移動をしました。いつぶりだって？北海道道569号、蕨台古比良線以来だから、2年ぶりかな。もちこ、年取ったね。いや、モネちゃんもでしょ？ねえ。じゃあ、次行こうか。ねってば、どうしてスルーするのさ。